こんにちは、ポンズです。今日ご紹介する本は、脳を鍛えるには運動しかない最新科学で分かった脳細胞の増やし方。ジョン・ジェレーティさんとエリック・エーガーマンさんの共著になります。タイトルを聞いただけでも、本当に運動が脳を変えるのかなって驚いた方が多いかもしれませんね。私も最初は運動で筋力がつくのはわかるけれど、脳までパワーアップするってどういうことと不思議でした。でも本書を読むと、脳と体がどれだけ強く結びついているのかがよくわかって、私自身も運動の大切さを実感するようになったんです。そこで今日はこの本の内容を忙しい方でもサクッと理解できるように、できる限りわかりやすくお話ししますね。まず著者のジョン・ジェレーティさんは、アメリカの精神科医で脳科学の分野でも先端の研究に携わってきた方なんです。特に運動が私たちの脳にもたらすプラスの効果を多くの角度から調べてこられたとのこと。もう一人のエリック・エーガーマンさんは科学ジャーナリストとして実際の研究成果やビジネス世界での応用例などを取りまとめていらっしゃるそうです。お二人は脳を鍛える鍵は運動だっていう大胆な主張を本書の中で具体的な事例や科学的なデータを使ってわかりやすく展開してくれます。本書のテーマは一言で言うと、運動で脳のパフォーマンスを最大化させようというものです。私たちは勉強や仕事で成果を上げるためには、頭を使う練習が大切って思いがちですよね。もちろん頭を使うことはとても大事ですが、実は体をしっかり動かすことで脳の環境そのものが整って、新しい知識やスキルを効率よく吸収できるらしいんです。脳細胞の成長を促し、ストレス耐性を高め、気分を持ち上げてくれるのが運動。では、本当にどんな運動がいいのか、どのように脳にいい影響が出るのか、それを本書からポイントを挙げながらご紹介していきます。まず本書の中で強調されている大きなポイントをまとめますね。今日はたくさんお話しするので、できるだけイメージしやすいように、私なりの体験談や具体的なエピソードも挟んでいきたいです。ポイント1、脳細胞は鍛えれば増える。ポイント2、ストレスは脳を蝕むが、運動がその防波堤になる。ポイント3、不安や鬱などの気分の問題を軽減する作用が運動にはある。ポイント4、注意力や集中力なども運動で高まる。ポイント5、年齢を重ねても脳は衰えるばかりじゃない。適切な運動は若々しさを保つ秘訣。ちょっと並べただけでも脳が萎縮するんじゃないの？年を重ねたら頭が鈍くなるかもって不安に思っていた方には朗報ですよね。では、ここから順番に掘り下げていきます。まず、ポイント1の脳細胞は鍛えれば増えるについて、本書で何度も出てくるキーワードが BDNF という脳由来神経栄養因子なんですが、これは脳の中で作られる重要なタンパク質なんです。なんだかカタカナが多くてすみませんね。要するに、脳細胞を育てる肥料のような働きをする物質だと思っていただければいいです。脳のニューロンを丈夫にして、新しいネットワークを形成するのをサポートしてくれる。この BDNF が脳内でしっかり分泌されると、学習の効率がぐっと高まり、記憶力や思考力も上がると言われています。逆に BDNF が不足していると、脳の成長が阻まれてしまうらしいんですね。じゃあどうしたら BDNF が増えるのかって話になって、本書が強調しているのが運動。特に有酸素運動なんです。ジョギングしたりバイクを漕いだり、もちろんウォーキングでも構いませんが、一定の時間以上動き続けて心拍数をある程度上げるような運動をすると、血液中に成長因子が増えて、それが脳に到達する。その結果、BDNF が活性化して脳の中でニューロンがぐんぐん伸びるというわけです。本書によると、激しく走ったりするのが苦手という方は、自分が辛くない程度のスピードでウォーキングを少し斜めにやるのも効果的らしいですよ。私もジョギングが得意じゃないので、時間を作って1万歩くらい歩くようにしました。すると仕事のアイデアが浮かんだり、気持ちもシャキッとするようになった実感があります。次にポイント2のストレスは脳を蝕むが、運動がその防波堤になるというお話。私たちは会社の上司からのプレッシャー、家事や育児の責任など、常にいろいろなストレスにさらされていますよね。ストレスがかかると
脳内ではコルチゾールというホルモンがたくさん分泌されます。これが一定量ならば記憶形成を助ける場合もあるらしいんですが、あまりに慢性的に分泌され続けると逆に海馬など大事な領域を傷つける可能性があるんです。そんなストレスを上手に解消できないと気分が落ち込みやすくなったり集中力が鈍ってしまったりします。メンタルが落ち込んで頑張れない状況って誰にでもあると思います。じゃあどうするかというと、体を動かすことでコルチゾールなどストレスホルモンの働きをうまくリセットできるんです。運動すると心拍数が上がって血の巡りが良くなりますよね。そのおかげで脳の隅々に新鮮な血液が流れ、また運動による軽いストレスが逆に体へのストレス対処システムを強化してくれるんです。本書ではこの作用をストレス免疫がつくと表現していました。要は適度に体を酷使する経験が脳や体への回復力を鍛えてくれるわけですね。実際、運動習慣のある方はストレスフルな出来事があっても長期的に見てメンタルが大きく崩れにくいという研究結果もあるようです。ポイント3として不安や鬱などの気分の問題を軽減する作用が運動にはある。本書では運動が自然の抗うつ剤みたいに働くと解説されています。私も実際に落ち込んでどうしようもない時に少し散歩するとか体を動かすと気分が少し晴れることを感じるんですよね。これも脳の神経伝達物質のバランスが大きく関わっていて、セロトニンとかドーパミンなどが増えて気持ちが上向くモードに切り替わると言われています。特にうつ状態では意欲がそがれやすいんですが、そこで無理のない範囲でウォーキングや軽いストレッチを続けると、脳の中に安定したパターンが生まれて、慢性的な落ち込みから少しずつ抜け出せる手助けになるみたいです。本書には実際に薬よりも運動の方が効果的だという実験結果が紹介されていて、ちょっと動くだけでこんなに効果あるのかと驚かれる方もいると思います。4つ目のポイントは、注意力や集中力が高まる。特に ADHD と呼ばれる注意欠陥や多動がある人にとって、体を動かすことで脳を落ち着かせ、やるべきタスクに集中しやすくなるケースがあるというんです。ジョン・ジェ・レイティさん自身、精神科医として多くの患者さんを見る中で、運動で脳のドーパミンが増えることで注意力を改善できるという手応えを得られたそうです。会社で集中力が必要な仕事をしている方にも有益なヒントで、朝か昼休みにサクッとウォーキングすると、午後からの集中力に差が出るかもしれませんよね。じっとデスクに向かうだけじゃなく、ちょこちょこ体を動かす習慣を持っている人は、それこそ脳のネットワークが絶えず活性化しやすいと言われています。そしてポイント5、年齢を重ねても脳は衰えるばかりじゃなく、運動次第でどんどん活発になる。よく脳は加齢とともにしぼんでいくとか、記憶力が落ちていくとか言われますが、実はそうとも限らないんです。本書では、ある程度の年齢になっても運動することで海馬という記憶に大切な部位の体積が維持されるとか、この領域も新しい細胞が生まれ続ける可能性が高まるというデータを紹介しています。つまり、運動をする人ほど脳の若さをキープしやすいわけですね。ウォーキングなど軽い運動をコツコツ続けている方は、認知機能が高く保たれている例が多いという報告もありました。何歳から始めても遅くないので、もう手遅れかも、と思わずに、歩く時間をほんの少し増やすだけでも続けてみてほしいです。また本書では、ホルモンバランスが大きく変化する女性の体と脳の関係にも触れています。特に妊娠や産後の時期、更年期などでは、ホルモンのバランスが崩れやすくて、気持ちの浮き沈みも出やすい。でもそういう時こそ、少しでも体を動かすことで、自律神経やホルモンバランスが安定しやすいんです。私も以前、更年期に差し掛かりそうなお友達が、ただ一駅歩くように変えただけで、いつもよりイライラしなくなったと言っていたのを思い出します。体を鍛えることは、女性の脳にとってもいいサイクルを生み出すんだなと、改めて感じます。さらに、依存症などの問題にも言及があって、ドーパミンの報酬系を運動で上手に満たしてあげることが、悪い行動パターンから抜け出す一助になり得るという部分も印象的でした。要するに、何かに対して依存的になってしまうと、
脳内の報酬系がその刺激を求めすぎて抜け出せなくなりがち。でも運動によって健全な形でドーパミンを増やすことができると、そちらに注意が向いて悪い依存からの脱却を図れるというわけです。実際、本書の事例でも薬物依存の方が運動を始めたところ、回復過程がうまく進んだとのことでした。もちろんすべてが運動だけで解決するわけじゃないと思いますが、脳の仕組みを生かす選択肢としてはすごく有力だと感じました。ここで少し注意点やデメリットもお伝えすると、本書では運動にはメリットしかないからみんなガンガン走りましょうって言っているわけではないんですね。大事なのは最適なやり方と継続。例えば運動を急にハードにやりすぎて怪我してしまったり、疲れが取れず逆に体を痛めたりすると本末転倒です。運動が嫌いになってしまったら元も子もないですしね。それと、高負荷の運動を長時間やり続けると、活性酸素が増えて、細胞レベルでダメージが起きるリスクもなくはないらしいので、きつすぎないラインを知ることもポイント。結局一番大切なのは、無理せず自分の好みに合った運動をコツコツ続けることなんですって。ウォーキングでもヨガでもダンスでもいいので、とにかく長期的に楽しめる方を選ぶのがおすすめと、本書では繰り返し強調されていますね。また、本を読んでいて私が感じたのは、精神論や根性論じゃなくて、ちゃんと科学的エビデンスがあるという安心感でした。脳内の物質がどんな風に働いているか、どの成分が増えるとどんな効果が出るのか、といったお話が細かいデータとともに示されていて、理屈として納得しやすいんです。だからこそ仕事終わりや朝のウォーキングに前向きになれる。ちょっとでも体を動かすと脳にいい影響があるなら、よしやってみようかなって思いますよね。著者たちが挙げている具体的な研究結果や、ネーパービルという地域の学校で体育授業に力を入れたら、学力が世界トップレベルになったエピソードなどは本当に参考になります。脳を活性化する運動が学習や仕事のパフォーマンスにもプラスに働くという象徴的な例として本書で特に印象的でした。少し横道にそれますが、本書では走る以外にも多彩な運動が紹介されています。筋トレやダンスなど有酸素運動と組み合わせる形もいいとされていますし、複雑な動きが入るスポーツやダンスだと脳の複数領域が同時に刺激されて、より多面的に頭が冴えてくるらしいんですね。確かに単純に歩くだけじゃ飽きてしまう人は、ダンス系のレッスンに通ったり、ネット動画見ながらエアロビ的なステップを踏んだりするのも楽しそう。脳科学の観点からも、難易度のある動きを練習して上達するプロセスが脳に新しい回路を作ってくれるそうですよ。以前、私も簡単なステップだけのダンスをやってみたときに覚えられなくて焦りましたけど、それが逆に脳には良い刺激になってたのかもしれないです。そしてビジネスパーソンの皆さんなら、日々のパフォーマンスを高めるためにすぐ使えるアイデアもここで取り入れていただきたい。本書でも提案されているのが、朝のちょっとした運動で脳を目覚めさせてから仕事をスタートすると集中力が続きやすいという方法。会社に着いたらすぐデスクに向かうんじゃなくて、最寄り駅の一つ前で降りて歩く習慣をつけるとか、ちょっと遠回りして出勤してみるだけでも、頭の血が整理されて、頭脳労働の効率が高まると言われています。お昼休みも同じ。パパッとランチを食べて残り時間で少し散歩するだけでも午後の生産性に差が出てくるって話はよく聞きます。特にリモートワークが多い方は意識して運動をスケジュールに組み込むと家でも仕事モードを切り替えやすくなるんじゃないかなと感じます。ここまでのポイントを整理すると運動ってどこまでもメリットが大きいんだなって改めて思います。ただ先ほども言ったように無理は禁物。特に普段運動をしていない方がいきなり激しい運動をすると体を壊してしまいますから自分のペースを守ることが重要です。あとは本書を読んでいて感じたのは楽しみながらやるのが一番続くし効果が出やすいってことですね。いやいややっているとストレスになって脳がもうやりたくないってなっちゃう。だからこそお気に入りの音楽を聴きながら軽く走るのか自然の中でウォーキングするのかジムのクラスでワイワイやるのか、自分なりに気持ちが楽しくなる工夫をするといいと思います。最後にこの本の内容をざっくりまとめますと、
運動は筋肉を鍛えるだけじゃなく、脳を作り変えるほどの威力があるということにつきます。脳細胞の増加やニューロンのネットワーク強化成長因子の活性化などが科学的に確かめられており、気分や記憶、注意力、学習効果、加齢対策に至るまで幅広くプラス効果をもたらす。個人的にもこの本を読む前途とでは、頭の回転は頭だけで良くなるわけではないという捉え方に大きな変化がありました。今では気分がもやっとして仕事もはかどらない時ほど外を歩くようにしています。すると頭がすっきりして新しい発想が出やすくなるんですよね。ぜひ皆さんもまずはどの運動が自分に合うかなって考えてみてください。わざわざ難しいことをしなくて OK。歩くのが好きならウォーキングを増やす。体操やストレッチでもいいかもしれません。続けることが何より大事と本書でも繰り返し言われています。今まで運動していなかったけど、これから頑張らなくちゃ、と気負わずに、とにかく一歩踏み出してみてほしいです。仕事の合間でも、肩を回したり、屈伸運動をしたり、ちょっとした小さなことからでも構いません。脳と体はがっちり連動しているから、少しでも動けば必ずいい影響が出るんだと信じてみてください。今回の本は、ざっとご紹介しただけでも内容がボリュームたっぷりですが、一番の魅力は、運動と脳の関係がデータや具体的事例とともに語られている点だと感じました。興味を持った方は、ぜひ実際に読んでみてください。分厚いイメージかもしれませんが、専門用語も丁寧に解説されているので、意外と読みやすいです。それに何より、私もやってみようかなと思わせてくれる実例が立派です。ぜひ、脳を鍛えるには運動しかない最新科学で分かった脳細胞の増やし方を読んでみてくださいね。それで実際にウォーキングやジョギングに挑戦した感想などをコメントで教えていただけると私も嬉しいです。これからもこんな感じで教養になる本を紹介していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。また紹介してほしい本があればコメントで教えてください。ではポンズでした。また次回の動画でお会いしましょうね。